ゆっくり解説。三船敏郎の銅に対し森正幸のせい。日本映画黄金期を支えたもう一人の天才、静かなる名演10選。皆さん、こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。今回は、日本映画の黄金期を語る上で絶対に欠かせない、ある名優の特集をお送りするわね。今回は、俳優森正幸を大特集だぜ。世界の三船こと三船敏郎が、荒々しいエネルギーでスクリーンを制圧する銅の俳優だとしたら、森正幸はその対極、高潔な知性と、どこか病的なまでの繊細さを併せ持ち、内に秘めた静かなオーラで観客を支配する、性の俳優だったんだ。性の俳優？なんだか、すごく知的な響きね。でも、派手なアクションとかがないと、少し地味に感じちゃいそうだけど、そこが森正幸の凄さなのさ。彼は爆発的な感情表現じゃなく、例えば、たった一筋の涙や、伏し目がちな眼差し、あるいはかすかに震える指先一つで、登場人物の深い苦悩や知性、そしてどこか儚い虚無感を表現してみせた。その気品に満ちた静かな演技は、一度見たら忘れられない強烈な印象を残すんだぜ。というわけで、今回はそんな森正幸の静かなる名演が堪能できる傑作を、ランキング形式で紹介していくぜ。文豪の息子。なるほど。だから知的な雰囲気があったのね。ああ。というわけで、今回はそんな森正幸の静かなる名演が堪能できる傑作を、ランキング形式で紹介していくぜ。第10位、安城家の舞踏会、1947年。さあ、いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、どんな作品なのかしら？栄えある第10位は、1947年に公開された名作、安城家の舞踏会だぜ。この作品で森正幸が演じたのは、戦争によって全てを失い、没落していく家族の長男正彦。まさにプライドと現実の間で揺れ動く、虚無感を体現したような役どころなんだ。没落していく家族の長男。なんだかプライドが高くて、痛々しいキャラクターに聞こえるわね。でもそれって、森正幸の性の演技とは、どういう風に繋がっていくの？そこがポイントなんだぜ。この正彦という男は、ただ嘆き悲しむんじゃない。現実から目を背けるように酒に溺れたり、借金相手の娘にわざとひどい仕打ちをしたり、とにかく自暴自棄なんだ。森正幸は、そんな彼の心の壊れっぷりを、大声を出したり暴れたりするんじゃなく、冷え切った眼差しや、ふと見せる自重的な笑みだけで、静かに、でも強烈に表現してみせたんだぜ。うわぁ。セリフや動きよりも、表情で語る演技なのね。具体的に印象的なシーンはあるの？ああ、圧巻なのは、元婚約者に大勢の前で平手打ちを食らうシーンだ。普通なら逆上するだろ？だが正彦は、一切の感情を表に出さず、ただにやりと不気味に笑うと、まるで何事もなかったかのようにピアノを弾き始めるんだ。彼の底なしの虚無感が爆発する、息を飲むような名場面だぜ。その一方で、映画のラスト近くでは一人自室で静かに泣き崩れる。この極度の自尊心と、内側に抱える弱さとの対比が、キャラクターの深みを際立たせるのさ。ただの嫌な奴じゃなくて、心の奥に深い悲しみを抱えていたのね。それを静かな演技で表現するなんて、本当にすごいわ。その通りだぜ。キャリアの早い段階で、単なる二枚目俳優ではない、人間の複雑な内面をえぐり出す、性の演技の凄みを、すでに見せつけていた。だからこそ、この安城家の舞踏会が第10位にランクインなんだ。第9位、弟、1960年。第9位の発表ね。次はどんな役柄で、森正幸の性の魅力を見せてくれるのかしら？第9位は、名将市川崑監督の傑作、弟だ、3、4。この作品で森正幸が演じたのは、なんと一家の父親役。だが、威厳のある大黒柱、というイメージとは真逆なんだ。え、どういうこと？父親なのに、頼りにならない感じなのかしら？その通りだぜ。彼は作家なんだけど、執筆に没頭するあまり、家庭のことはほとんど娘に任せっきり。息子が飛行に走っても、それを強く叱るわけでもなく、
ただ遠くから眺めているだけ。家庭という小さな世界の中で、まるで存在感を消しているような、影の薄い父親なんだ。今まで紹介された役とは全然違うわね。エリートとか、苦悩する知識人みたいな役が多かったのに、なんだか意外だわ。そうなんだ。だからこそ、この役は彼の演技の幅広さを示す上で外せないんだぜ。彼は、何もしない、何も語らないことで、父親としての無力さや、家族の中での孤独感を静かに表現しているのさ。派手な演技は一切ないのに、その佇まいだけで、この家庭が抱える問題の根深さを観客に感じさせるんだ。なるほど。何もしないことで語る演技、すごく難しそうね。見せ場みたいなシーンはあるの？あるぜ。物語の終盤、息子が重い病気にかかって、死が近づいてくるんだ。その時になって初めて、彼は父親としての感情を静かに見せ始める。特に、病床の息子と、治ったら一緒に行こうと釣りの話をするシーンは必見だぜ。決して大げさじゃない、本当に些細な会話なんだけど、そこに込められた不器用な愛情が、見る者の胸を締め付けるんだ。森正幸の抑制の効いた性の名演が、涙を誘うんだぜ。家族の物語だからこそ、静かな演技がより一層心に響くのかもしれないわね。まさにその通りだぜ。激しい感情のぶつかり合いだけがドラマじゃない。静かな佇まいの中にこそ、人間の深い感情が宿ることを証明した名演だったのさ。第8位、楊貴妃、1955年。続いて第8位の発表ね。今度はどんな役どころなのかしら？歴史上の人物だったりして。その通りだぜ、レイム。第8位は、巨匠溝口健二監督が手掛けた歴史大作、楊貴妃だ。この作品で森正幸が演じたのは、唐の皇帝幻想。世界三大美女の一人、楊貴妃を深く寵愛したことで知られる人物だな。皇帝役、すごく威厳がありそうね。でも、国を傾けるほど女性に溺れちゃうなんて、ちょっとダメな王様っていうイメージもあるけど、そこが森正幸の性の演技の真骨頂なのさ。彼が演じる幻想は、決して威張り散らすだけの権力者じゃない。最愛の日を亡くした悲しみで、政治への関心も失ってしまった。孤独で繊細な一人の人間として描かれているんだ。その憂いを帯びた佇まいだけで、大国の皇帝が抱える深い孤独を見事に表現したんだぜ。なるほど。ただの悲恋物語じゃなくて、皇帝の人間的な苦悩を描いているのね。楊貴妃との出会いで変わるのかしら？ああ、幻想は楊貴妃と出会うことで、初めて心の安らぎを得るんだ。身分を隠して二人で祭りに出かけるシーンは、まるで普通の恋人同士のようで微笑ましいぜ。だが、彼らの愛が深まるほど、楊一族が政治に介入して国が乱れていく。森正幸は、愛する女性と皇帝という立場の間で揺れ動く。その苦悩を抑えた演技の中に滲ませるんだ。愛と政治の板挟み。想像するだけで辛いわ。最後はどうなっちゃうの？国民が楊貴妃の死を幻想に迫るという、あまりにも悲劇的な結末を迎える。愛する女性を守りきれず、彼女が自ら命を絶つのを、ただ見ていることしかできない皇帝の絶望と無力感。その全てを、森正幸はセリフではなく、うなだれる姿と虚空を見つめる性の表情だけで、見る者に突きつけてくるんだぜ。第7位、知人の愛、1949年。ランキングもいよいよ佳境に入ってきたわね。第7位は、どんな作品で私たちを驚かせてくれるのかしら？第7位は、文豪谷崎潤一郎の不朽の名作を映画化した知人の愛だぜ。そしてこの作品での森正幸は、これまでの知的で繊細といったイメージを、良い意味で根底から覆すような役どころなんだ。イメージを覆すって、一体どんな役なの？皇帝とか父親役とはまた違うのかしら？ああ、全然違うぜ。彼が演じたのは、主人公を破滅に導く魔性の女ナオミを取り巻く、不良グループの一員熊谷という男だ。つまり、これまでの苦悩するエリートとは真逆の、軽薄で遊び慣れた青年役なんだぜ。森正幸が、不良役。なんだか全然想像がつかないわ。
いつもの知的な雰囲気はどこへ行っちゃったの？そこが彼のすごいところなのさ。ただのチンピラじゃないんだ。森正幸が演じることで、この熊谷という男は、どこかインテリの匂いを残した、冷ややかでプライドの高い遊び人としてスクリーンに登場する。主人公の嫉妬の対象であると同時に、ナオミの奔放さを象徴する、非常に重要な役どころなんだ。なるほどね。主役じゃなくても、その存在感が物語に深みを与えているわけね。その通りだ。特に注目すべきは、彼が持つ本来の性の雰囲気が、この熊谷というキャラクターの根底にある傲慢さや冷たさ、そしてニヒリズムとして昇華されている点だ。熱くなるんじゃなく、クールな佇まいでいるからこそ、かえってその遊び人っぷりや危険な色気が際立って見えるんだ。主役とは違う立ち位置で、人間の別の側面を見事に演じきった。この役者としての幅広さこそが、第7位にランクインした理由なんだぜ。第6位、心、1955年。第6位は、なんだかすごく文学的な香りがするタイトルね。心って、あの夏目漱石の？その通りだぜ。第6位は、文豪夏目漱石の名作を映画化した、心だ。森正幸が演じたのは、主人公である、先生。親友を裏切った罪悪感に苛まれ、遠征的な日々を送る知識人だぜ。まさに、森正幸の性の演技の真骨頂とも言える役どころだな。親友を裏切った罪悪感。なんだかすごく重いテーマね。具体的にはどういうことなの？先生は学生時代、下宿先の娘さんをめぐって、親友の家事と恋のライバルになったんだ。でも先生は、その親友を出し抜くような形で今の奥さんと結婚した。その結果、家事は自殺してしまう。このエゴイズムから来る自責の念が、先生の人生の全てを支配しているんだぜ。うわぁ。それは一生引きずるわね。森正幸は、その苦しみをどうやって演じたの？叫んだりするのかしら？いや、そこが森正幸の性の演技の凄みだ。彼は激しい感情表現は一切しない。常に物憂げな表情や、妻といてもどこか壁があるような微妙な距離感だけで、その心の重みを表現するんだ。特に象徴的なのが、月に一度、決して奥さんを連れずに一人で火事の墓参りに行くシーンだ。言葉もなく、ただ呆然に静かに佇んでいるだけ。でもその姿が、どんなセリフよりも雄弁に、彼の言えることのない罪悪感を物語っているんだぜ。セリフがないのに、苦しみが伝わってくるのね。ああ、この先生という役は、森正幸が持つ知的な雰囲気と、内に秘めた苦悩を表現する性の演技が、これ以上ないほど見事に融合した、彼のキャリアを代表する名演なんだ。だからこそ、第6位なんだぜ。第5位、悪いやっこほどよく眠る、1960年。いよいよトップ5に突入ね。第5位は、どんな役で森正幸の性の演技が炸裂するのかしら？第5位は、世界の黒沢明監督が社会の闇に切り込んだサスペンスの傑作、悪いやつほどよく眠るだ。この作品で森正幸が演じたのは、復讐のターゲットとなる公団の副総裁岩淵。まさに巨悪の権下だぜ。ついに悪役が登場したのね。繊細な役が多かったから、どんな悪役なのかすごく気になるわ。これが、ただの悪党じゃないんだ。普段は物腰が柔らかく、家庭では娘を溺愛する優しい父親の顔を見せる。だがその裏では、己の保身のためなら、長年仕えてきた部下を平然と切り捨て、愛する娘さえも復讐者の罠にかけるための道具として利用する。そんな冷徹で狡猾な二面性を持った男なんだぜ。うわぁ。想像以上に立ちの悪いやつね。森正幸は、その恐ろしさをどう表現したの？ここでも彼の性の演技が光るんだ。感情を爆発させるんじゃなく、あくまで静かな佇まいを崩さない。その落ち着き払った態度が、逆に岩淵という男の底知れない悪意と、人間的な感情が欠落した冷酷さを際立たせるんだ。見ているこっちが、その静けさにゾッとさせられるんだぜ。なるほど。静かだからこそ、より不気味に感じるのね。一番その恐ろしさがわかるシーンはどこかしら？やはり、映画のラストシーンだろうな。
すべての邪魔者を始末し終えた岩淵が、電話の向こうにいる、さらに巨大な権力者であろう、見えない相手に報告をするんだ。そして、その電話口で彼は深々と頭を下げるんだぜ。この瞬間、彼自身も巨大な悪のシステムを構成する、ちっぽけな部品に過ぎないことがわかる。その時の彼の一切の光を失ったような空虚な表情こそ、この映画の救いのないテーマを象徴する、最高の生の開演なのさ。第4位、白地、1951年。第4位の発表ね。タイトルが白地って、すごく衝撃的だけど、一体どんな役なのかしら。第4位は、黒澤明監督がドストエフスキーの長編小説に挑んだ野心作、白地だ。森正幸が演じたのは、戦争のショックで白地と呼ばれるほど純粋無垢になってしまった主人公亀田金次。これまでの彼の役柄とは全く違う、非常に挑戦的な役なんだぜ。純粋無垢な役。知的でクールなイメージが強いから、全然想像がつかないわ。どんな風に演じているの？いつもの鋭い眼光は消え、常にどこかおどおどしていて、子供のように無邪気に微笑むんだ。そして何より重要なのが、この映画で亀田の親友であり、激しい情念を爆発させる男赤間伝吉を演じているのが、何を隠そう三船敏郎なんだぜ。ここで三船敏郎が登場するの。まさに、生の森正幸と、同の三船敏郎が、親友役で共演してるってことじゃない。その通り、亀田は、誰のことも疑わない神のような優しさを持つんだが、それが逆に、赤間をはじめとする周囲の人間の嫉妬やエゴをむき出しにさせてしまう。森正幸は、そんな亀田のあまりに純粋で、触れれば壊れてしまいそうな儚げな性の演技で、その危ういまでの善良さを体現しているんだ。彼の無垢な眼差しは、見る者の心を揺さぶり、同時に登場人物たちの劇場を際立たせる。静かな森正幸と、情熱的な三船敏郎。二人が並んでいるだけで、物語の緊張感が伝わってくるようだわ。ああ、特に印象的なのは、自分をめぐる争いや、親友赤間の激しい感情に翻弄され、ただ悲しげな表情で立ち尽くす亀田の姿だ。彼の純粋さが悲劇の引き金になってしまうという物語の核心を、その無力な佇まいだけで表現してみせる。三船の銅の演技を受け止める。森正幸の生の演技の真髄がここにあるんだぜ。第3位、雨月物語、1953年。いよいよベスト3の発表ね。第3位は、どんな作品がランクインしたのかしら？第3位は、日本映画史に輝く不朽の名作、溝口健二監督の雨月物語だぜ。ベネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞した、世界が認めた傑作だ。すごい、世界的な評価も高い作品なのね。森正幸は、また知的な役を演じているのかしら？いや、それが全く違うんだ。今回彼が演じたのは、刀工の源十郎。貧しい暮らしから抜け出したい一心で、戦乱に乗じて大儲けを企む、欲望に駆られた男なんだ。これまでの知的なイメージとは真逆の、人間臭くて、ちょっと愚かな役どころなのさ。欲望に駆られた男。なんだか危なっかしいわね。その欲望が、何かを引き起こすの？その通りだぜ。彼は作った焼き物を売るために都へ行くんだけど、そこで朽木屋敷の妖艶な美女、若さと出会ってしまう。源十郎は彼女の魅力に逆らえず、妻子がいることも忘れて、贅沢な閲楽の日々に溺れていくんだ。森正幸は、その欲望に身を任せる男の弱さと、どこか夢見心地な様子を、過剰な演技じゃなく、静かな佇まいの中に表現しているんだぜ。わあ。でも、その美女って、もしかして、霊夢の察しの通り、彼女の正体は、この世に未練を残して死んだ一族の資料だったんだ。源十郎は老僧に思想が出ていると指摘されて、ようやく自分が物のけに取り憑かれていたことを知る。そして廃墟の中で目を覚まし、すべてが幻だったと悟るんだ。その時の、森正幸の呆然とした生の表情こそ、この物語のすべてを物語っている。欲望の果てに待つ虚しさを、見事に体現した名演なんだぜ。
第2位、羅生門、1950年。ついに第2位ね。ここまで来たら、もう誰もが知ってるような超名作が登場しそう。その通りだぜ。第2位は、日本映画の金字塔、黒澤明監督の羅生門だ。この作品が世界を震撼させ、日本映画の名を世界に轟かせたんだ。羅生門、やっぱり来たわね。森正幸は、あの有名な盗賊役？いや、それこそが今回のテーマの核心なんだ。荒々しい盗賊多条丸を演じたのが、当の三船敏郎。対して森正幸が演じたのは、殺害される気品高い侍金沢武弘。しかも彼は死者となり、巫女の口を通して亡霊として語るという、究極の生の役どころなんだぜ。亡霊として語る。想像もつかないわ。獣のような三船敏郎に対して、森正幸はどうやってその生を表現したの？まず、巫女を通じて語られる彼の証言だ。そこには妻に裏切られた無念や悲しみだけじゃなく、死してなお自分は妻に裏切られ、絶望のあまり自害したのだという、武士としての体面を保とうとする自己保身。つまりエゴが色濃く滲み出ている。森正幸は、その複雑な感情を、声の震えやトーンだけで見事に表現しきったんだ。声だけで人間のエゴを。でも、回想シーンでは姿を見せるのよね？ああ。そしてその回想シーンで見せる、たった一瞬の表情が全てを物語る。恥ずかしめを受けた妻から助けを求められた時、彼が見せるのは、氷のように冷たい蔑みの眼差しなんだ。この一別だけで、彼の気品の内側に隠された人間的な弱さ、そして残酷さが、どんなセリフよりも雄弁に観客に突き刺さる。感情を爆発させる三船の同とは真逆のアプローチで、人間の恐ろしさを見せつけたんだ。なるほど。二人の演技が対極だからこそ、人間の本性がより浮き彫りになるのね。まさにその通りだ。三船の荒々しい、動が荒々しいほど、森正幸の氷のような性が際立つ。互いの演技が高め合うことで、この二人の天才のぶつかり合いなくして、この傑作は生まれなかった。だからこそ、この羅生門が第2位に輝くんだぜ。第1位、浮雲、1955年。いよいよ、栄光の第1位の発表ね。森正幸の静かなる名演。その頂点に立つのは一体どんな作品なのかしら。数々の名作を抑え、堂々の第1位に輝いたのは、1955年公開、成瀬幹雄監督の浮雲だ。映画雑誌、キネマ旬報が選ぶオールタイムベストで何度も1位に輝いている。まさに日本映画史上最高傑作との呼び声も高い、伝説の一本だぜ。映画のプロたちが選ぶ1位。それはすごいわね。森正幸は、どんな役を演じているの？彼が演じたのは、農林省の技師富岡健吾。戦時中の仏印、現在のベトナム周辺で出会ったユキコと、腐れ縁とも言える関係をダラダラと続ける、どうしようもなく優柔不断な男だ。第1位がそんなダメ男役なの？なんだか意外だわ。今までの知的で気品のあるイメージはどこへ？そこなんだ。森正幸は、この富岡という男が持つ虚無感や、すべてを諦めたようなやるせなさを、大げさな演技を一切せずに、ただひょうひょうとした態度や、ふと見せる寂しげな表情だけで完璧に体現してみせたんだ。彼の、性の演技が、富岡という空っぽな男の内面を見事にえぐり出している。なるほど。静かな演技だからこそ、そのダメっぷりや虚しさが、よりリアルに伝わってくるのね。その通りだぜ。そして圧巻なのがラストシーンだ。すべてを失い、流れ着いた薬師まで、最後まで自分を愛し続けたユキコの最後を見とることになる。そこで富岡は、彼女に死化粧を施しながら、初めて子供のように声を上げて泣きじゃくるんだ。それまで決して感情を見せなかった男が流す最後の涙が、このどうしようもない男が内に秘めていたものの全てを物語っている。これぞまさに、森正幸という俳優の性の名演の頂点。だからこそ、浮雲が第1位なんだぜ。総評またはまとめ。いやー、すごかったわ。ランキングを通して、森正幸っていう俳優さんのイメージが180度変わった。激しい感情をぶつけなくとも、その静かな佇まいから、
人間というものの奥深さ、脆さ、そして複雑な感情が溢れ出してくるような、そんな不思議な、そして強烈な魅力に気づかされたわ。だろ？彼の演技の根底には、常に知性と気品があった。文豪有島武を父に持つその出自も、彼が演じる苦悩や虚無感に、他の役者にはない圧倒的な深みを与えたんだ。派手な動きがなくても、ただ佇むだけで物語を語れてしまう。まさに、性の天才だったのさ。三船敏郎さんのような、銅の天才とはまた違う形で、日本映画の黄金期を支えていたのね。森正幸の静かで内省的な演技は、日本映画に多様な人間像と深い心理描写をもたらしたと言えるわ。なんだか、昔の映画がもっと面白く見られそうだわ。そう言ってもらえると嬉しいぜ。今回の動画で森正幸という俳優の魅力が少しでも伝わったなら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。日本映画の黄金期を語る上で、彼の存在は決して欠かせない。これからは、性という名の圧倒的な存在感にも注目して、ぜひ多くの名作を見てみてくれよな。それじゃあ、また次の動画で会おうな。